お金持ちになるのは実は簡単だと聞いたら信じられますか？逆になぜほとんどの人はお金持ちになれないのでしょうか？これ不思議に思いませんか？これはですね、簡単な話で、お金持ちになる方法を知らないからなんですよ。今回は、ホームレス生活から脱出し、26歳で10億円稼いだアメリカの若き起業家、ジョーダン・ウィルスさんが実際に使った人生を変える4つのステップについてお話ししたいと思います。億万長者になる方法と聞くと難しく大変なことが必要かと思うかもしれません。でも実はですね、それが誰でも実践できるシンプルなステップだったら試してみたいと思いませんか？この動画を見終わる頃にはあなたもこれなら自分でもできると感じることができるはずです。この動画があなたの成功のきっかけになることを願って作りました。どうも、内田です。あなたはお金持ちになるのに特別な才能や運がないと無理。こんな風に思ってませんか？宝くじに当たるとか、誰かが突然大金をくれるといったような奇跡が起きない限り、自分が金持ちになるなんてことは無理。年収1億なんて聞いても、これ自分事とは一切思えない。こんな風にですね、半ば諦めてしまって、人生を変えたいな、何かいいことないかななんて言いながらも、去年も一昨年も同じような毎日を送っていたんじゃないでしょうか。毎朝目覚まし時計に追われて起きて、会社で嫌な仕事を片付けて、帰宅後は SNS やテレビをぼんやりと見る。その繰り返しの毎日でですね、もう希望もなくしてしまって、自分に特別なことなんて起きるわけがないなんて思い込んでしまう。凡人の自分の人生は所詮こんなもんさ。そうやって自分に言い聞かせてませんか？でもそれって本当でしょうか？確かに生まれた瞬間からいい家柄に生まれて勝ち組の人だっています。でも何もないとこからお金持ちになった人だってこの世にはたくさんいるんですね。そんな成功者の一人にアメリカで若き起業家として活躍しているジョーダン・ウィルスさんがいるんですね。以前にも別の動画で取り上げましたが、彼は貧しいシングルマザーに育てられ、生活保護を受給しながらなんとか食いつないでいるような状態だったんです。生活保護を受けるほど貧しい生活をしていた青年がですね、一体どうしたらお金持ちになることが想像できたと思いますか？ジョーダンさんは初期費用が少なくて済むドロップシッピングというビジネスから成功の糸口を見つけ、試行錯誤を繰り返し26歳で10億円という資産を築きました。今ではこのチャンネルでもたくさん取り上げてきたイギリスの若き億万長者イマン・ガジさんと共同経営で仕事をするなどしてますますビジネスを大きくしてるんですね。ジョーダンさんはお金持ちになるために特別な才能も大きな初期投資も全く必要ないのに、ほとんどの人は勝手に難しいと思い込んで最初の一歩さえ踏み出せずにいると言ってるんです。あなたはどうでしょうか？どうせ自分がやってもうまくいかない、失敗する、もっと時間やお金があれば挑戦できるけど今の自分には時間がない、お金がない、こんなことを思い込んで挑戦すらしてないんじゃないんですか？5年前のあの時勇気を持って一歩を踏み出しておけばよかったと後悔する5年後を迎えるのか、今から小さな一歩を踏み出してお金持ちになるのか、あなたはどっちの未来を選びますか？もしジョーダンさんがビジネスを始める代わりに宝くじが当たるのを待っていたとしたら、おそらく今頃彼はですね、生活保護を受給していたと思いませんか？じゃあどうすればあなたはお金持ちになるための第一歩を踏み出せるのでしょうか？特別な才能や運などに頼らなくても、日々の行動をほんの少し変えるだけで未来は大きく変わるんだとジョーダンさんは言ってるんですね。誰もが勝手に難しいと考えて踏み出すことさえしない一歩の踏み出し方を今から教えます。この動画は最後までぜひ見てください。お金持ちになるのは実は簡単なんだと思えるはずなんです。毎日同じことを繰り返すだけの人生を今この瞬間から変えていきましょう。お金持ちになるのは実は簡単なんです。ではお金持ちになるのは本当に簡単なのか？お金持ちになるための簡単な4つのステップを教えていきます。この話はジョーダンさんの実体験をもとに解説していくので、これを聞けばですね、なぜお金持ちになるのが簡単なのか、その理由も納得してもらえるはずなんですね。ジョーダンさんが教えてくれる金持ちになるための一つ目のステップは、成功したり億万長者になるのに特別な才能や運は必要ないということなんです。ジョーダンさんは生活保護を受けるくらい厳しい生活環境でしたが、ある日こう考えたそうです。自分に何ができるか、一つだけでもいいので行動を起こしてみよう。そしてそこから初めてドロップシッピングの事業をスタートさせたそうなんですね。ドロップシッピングというのは何かっていうと、商品を仕入
入れることなく販売だけするというビジネスなんです。例えば T シャツを販売するオンラインストアを開設します。そこで商品が売れると仕入れ元からお客さんへ直接配送される。オンラインストア運営者はお客さんに売れた代金から仕入れ代金を差し引いた金額が利益として入ってくるという仕組みなんですね。商品が売れてから仕入れ代金を支払うということになるので、在庫リスクもなく初期費用も少なく済むというビジネスモデルなんです。これ日本で例えるとですね、アフリエイトなんかがこれによく似てるビジネスモデルだと思います。ただこれはですね、オリジナル商品ではないため他社との差別化が難しく、始めやすいというメリットはあるんですが、競争も激しいんですね。そこでジョーダンさんは地道にコツコツとマーケティングの勉強をして改善を続け、そして成功することができたそうなんです。何もないところから行動し続け成功するまでジョーダンさんが守っていたシンプルなルールが2つあったらしいんですね。1つ目がですね、毎日30分集中して自分の未来のための行動をすること。2つ目がですね、一度に全てを変えようとせず小さな行動を積み重ねること。いかがでしょうか。毎日10時間何かをやり続けるとか、毎日1000人に声をかけてセールスをするとかね、こんな無茶な精神論ではないんですよ。よくね、こういうシンプルな成功方法を聞くとですね、それで何が変わるんだとか、そのくらいの作業量じゃ将来が変わらないんじゃないのなんて思う人いるかもしれません。でもね、ジョーダンさんはほとんどの人はですよ、成功するための最初の一歩さえ踏み出さない。だから競争相手はほとんどいないんだと言ってるんです。これマジでほんと激しく同意です。そうなんですよ。やらないんですよ。貧乏だ、お金持ちになりたいな、でも行動しないんですよ。ほとんどの人は行動しないんですよ。で、行動したとしても続けられないんですよ。だからはっきり言って行動して続けることができればですね、勝っちゃうんですよ。本当にこれその通りなんですよ。こんなことさえ 99% の人間はやらないんですよ。例えばですよ、これが1日10時間やらないと成功できませんって言うならね、そりゃね無理ってもんですよ。でもね、まずは30分で、その30分が難しいんだったら1日5分でもいいです。決して大きなことをする必要はないっていうことを本当に分かってほしいんですよ。大きな成功した人だって初めの一歩は小さいんですよ。これ私のことになりますが、私が金持ちになるきっかけとなった金貸しというビジネスだって、私が建築屋の時に同じ量の仕事仲間に1週間1割でお金を貸すというこの小さい金貸しの真似事から始まってるんですよ。そこから徐々に種線がでかくなってビジネスが大きくなって、気がついたら金持ちになっていったんですね。成功したいとか人生変えたいとか言いながら結局何もしない人っていうのはですね、これなんですよ。大きなことをしなければ人生変わらないと思ってるんですよ。だからその一歩を踏み出せないんです。本当は小さな一歩を踏み出すだけなんですよ。どうですか、あなたの人生を変えるのっていうのはですね、たったこれだけのことなんです。1日5分でいいので行動を起こしてみてください。ジョーダンさんが言うように9割以上の人は行動すら起こさないんです。たった5分だろうが10分だろうが行動を起こしてしまえばですね、9割以上の人よりも早く先に進めるんです。これってすごくないですか。ジョーダンさんが教える金持ちになるための2つ目のステップは、1日24時間のうち30分だけ自分の未来のために使う、これだそうなんですね。行動し続けるだけでその他大勢から抜け出し金持ちになる確率がめちゃくちゃ高くなるっていう話はね、これ分かってもらったと思うんですよ。次はですね、1日30分の時間を未来の投資に当ててほしいんです。あなたは次に上げることに一体どのくらいの時間を使っていますか。 SNS のタイムラインをぼんやりと眺める、 YouTube をただ流し見する、ゲームをする、ショート動画を見続ける。毎日の仕事や家のことで忙しいと言いながら脳死でできる娯楽にどれだけの時間を費やしていますか。仕事で疲れてるんだからちょっとぐらい息抜きしてもいいだろうと5分のつもりで見始めた TikTok のショート動画、気がつけば2時間溶けていたなんてことをしてませんか。確かに仕事で神経を使い心身ともに疲れてる時にですね、何にも頭使わず脳死でできることがしたくなる。これはわかります。だけれども忙しくて疲れたかもしれませんけれども SNS を見たりする時間はあるわけなんですよね。その時間をもし別のことに使えたらどうでしょうか。1日のうちに30分を自己投資に変えるだけであなたの人生は大きく変わるんです。1日30分を1年間続ければ180時間未来への投資をしたことになるんです。この時間がですね 99% のボンクラとの圧倒的な差を生むんです。でもですね、おそらくあなたはこんなことを言われなくても分かってるし、分かっていてもそれができねえから苦労してんだよって
いうことですよね。それで困ってるんですよね。そのような人がほとんどです。先ほども言いましたが、だからこそ簡単なことでもやりさえすれば、その他大勢の 99% の人たちと差別化ができて成功へ近づけるんですよ。ジョーダンさんは今まで SNS やショート動画を見ていたような時間の全てを未来のために使えとは言ってないんですよ。1日30分だけ未来のために集中して次のようなことをする方がいいと言ってるんですね。新しいスキルを学ぶ、次の目標を明確にする、将来のための行動計画を立てる。新しいね、スキルを学ぶと言ってももちろんね、編集時習いましょうとかそういうことじゃないですよ。マーケティングとかコピーライティングとか、あなたの価値を高め、あなたにお金をたくさん運んできてくれるようなスキルにですね、ぜひ挑戦してほしいんですね。そして次の目標を明確にするというのは、自分の理想の未来をイメージして、それを具体的な目標として書き出してみるのがいいってジョーダンさんは言ってるんです。最後に挙げた将来のための行動計画を立てるというのは、1週間、1ヶ月、1年先、あなたが何をしているべきなのか、それを計画してみるということなんですね。大事なのは自分の未来のために1日30分の時間を投資することなんです。投資は長期になればなるほど複利の効果が働き、本来の力を発揮してくるんですね。短期間では大した成果にならないのに、長く続けることでびっくりするくらいの差を生むんです。あの有名なアインシュタインも、複利は宇宙で最も強力な力であるという言葉を残しているんです。つまり1日たった30分でも長時間続けていれば、宇宙で一番強力な力が動くということなんです。どうです？何も徹夜したり特別な人しかできないようなことをやらなければ大金持ちになれないっていうわけじゃないんですよ。小さな行動がですね、1年後5年後の大きな成功へつながっていくんです。はい。ここまで聞いてね、鼻息ふんふんの底のあなた、冷や水を浴びせるようで悪いんですが、人生を変えるために毎日30分を未来のために投資する、言いましたよね。とは言ってもですね、今までのんべんだらりと生きてきた怠惰な私たちが明日からいきなり毎日30分未来のために投資する、はい、無理です。はい、絶対無理です。あなたの命にかけて保証してあげます。 YouTube のためになる動画を見て、明日から毎日30分未来のための投資をする、こんなことがきちっとできるような人間だったらですね、こんなしょうもないね YouTube チャンネル見ちゃいないんですよ。ですよね。反論の余地ありますか？だからいつも言ってるベビーステップなんです。最初の1週間は毎日3分だけ未来の自分のための時間を取ってください。そして少しずつ増やしていけばいいんです。最終的に30分になればいいんです。ベビーステップを忘れないでください。ジョーダンさんが教える金持ちになるための3つ目のステップは、小さな勝利を大切にすることなんです。彼はドロップシッピングを始めた当初、まずは1つの商品を販売することを目標にしたそうなんです。1つの商品が売れた瞬間に、ジョーダンさんの中で何かが変わったって言ってるんですね。これならできるという自信が湧き、次のステップへのモチベーションが高まったそうなんですね。あなたもまず1つの小さな目標を立ててみてください。例えばこんな感じでいいんです。副業で初めて月1000円稼ぐ。自分のスキルを SNS で1回だけ配信してみる。新しい知識を1日30分だけ学ぶ。はい、ここでも注意ですね。俺たちボンクラは無理ですから。1日30分じゃなくて3分からですね。こうした小さな目標を達成するたびにですね、成功への自信もモチベーションもどんどん高まり、大きな目標に近づいていくんですね。しかも脳科学の面から見るとですね、実は小さな成果を積み重ねるということは、モチベーションを長く保ち、行動し続けるためにも非常に重要な要素なんです。何かを達成すると、その達成感により脳内にドーパミンというね、快楽物質が放出されるんです。この快楽物質であるドーパミンのおかげで、脳は同じような行動をまたさせようとあなたに働きかけてくるんです。ところがこの達成感があまりにも強すぎると、大量のドーパミンが一気に放出されてしまうんです。こうなると少しぐらいの達成感では物足りなくなってきてしまってですね、成果に喜べなくなり、やがてモチベーションが保てなくなっちゃうんですね。これがいわゆる燃え尽き症候群と言われる状態なんです。だからこそ小さな達成感をたくさん積み重ねていく、これがですね、モチベーションが途切れることなく続くので、成功のための行動をし続けられるそうなんです。ほとんどの人が挫折してしまう原因は、いきなり大きな変化を望んでしまうことなんです。世の中にあるサクセスストー
ーリーはですね、派手に成功した部分だけがフォーカスされがちなんです。だけどですね、そうなるまでに達成していた小さな成果の大部分っていうのは、これ表に出てこないんですよ。どんな偉大な成功者であっても、初めの成果はほんのに微々たるものなんですよ。鼻くそみたいなものなんですよ。ここを理解するだけでも、挫折してしまう確率は減らせるはずなんですね。成功というのは、何か大きなことを成し遂げたから成功したじゃないんですね。成功に向かって進み続けることができるようになった状態ということが成功なんです。大きな成果に喜びすぎるというのは、そこがゴールになっちゃうんですね。目の前の目標を達成し続けることで、やがて以前は到底無理だったようなことでも当たり前にできるようになっていく。結果として3年で年収が1億円になった。こういうことなんです。ジョーダンさんが教える4つのステップの最後はですね、お金持ちになるための一番重要なステップなんです。それは自分を縛る思い込みを捨てるということなんですね。多くの人はお金持ちになるのは難しい、自分には無理だと思い込んでいます。この思い込みがですね、あなたの行動を止めちゃっているんですね。もしあなたがお金持ちになるのは難しいと思っているのであれば、先ほども言ったように一度に大きな成果を得ることが成功だと勘違いしちゃっていたりですね、成功するためにはとんでもなく大きなことをしなくちゃいけないとか、大きな犠牲を払わなければ成功はできない、こういう勘違いをしてしまっているからなんですよ。もともと貧しい生活を送っていたジョーダンさんも最初のうちは同じような考えを持っていたそうなんです。でも行動を始めることでその考え方が変わったって言ってるんですね。ジョーダンさんはお金持ちになるのは心のブロックを外すことから始まると言っているんですね。つまり自分が成功できるという可能性を信じ、まずは一歩を踏み出す。ここから全てが始まるんですね。そしてそれをやり続けることです。私ももともとはクソ貧乏な幼少期を過ごし、現在では世間一般では富裕層と言われるところまでは来れました。その過去を振り返ると、まさにこの通りなんですよ。今まで言った通りなんですよ。絶対に大金持ちになってやると決めて、いきなり金持ちになったんじゃないんですよ。まずは数百円を稼ぐことから始まり、それが徐々に膨らんでいったんです。お金持ちになることも、何らかのスキルを身につけることも、成長過程ってこれ全部一緒なんですよ。それをお金っていう言葉を聞いた瞬間に、ほとんどの人は思考停止になっちゃうんですよ。だからお金持ちになるには宝くじに当たるしかないとかね、あの時ビットコインを買っていたら今頃は大金持ちだったとかね、こういう発想になっちゃうんですよ。そんなことでですね、万が一大金を一夜にして手にしたとしても、結局はそのお金を扱うだけの器量がなければまた一夜にして失ってしまうんですよ。実際にそうですよね。宝くじに当たった貧乏人の 95% が3年で元に戻るっていうね、統計結果が出てるんですよ。贅沢を知っちゃって金銭感覚が狂った状態で貧乏人に戻るので、当たる前よりも地獄の生活が待ってるんですよ。まぐれで仮想通貨で大当たりした間抜け野郎がですね、ドバイに行ったはいいものの、物価高で生活費で資金を使い果たして2、3年で無一文になって日本に帰ってくる。こんな連中ね、私はね、もう嫌っちゅうほど見てるんですよ。だからこんなバカな妄想に時間を使ってる暇があるなら、今回話したこと一つでもいいのでやってみてください。お金持ちになるのは実はすごく簡単なことなんです。何度も言いますが、特殊な能力も必要なければ大きすぎる努力も必要ないんです。なのにほとんどの人はそれを勝手に勘違いして簡単なものを難しくしてしまっているだけなんです。さて、いかがだったでしょうか。現在の世の中、情報が多すぎてどれを信じていいかわからない。本物の情報に出会えたとしても忙しくて忘れる。とりあえず後でやろう、そのうちやろうで結局やらない。 YouTube を見たり Netflix を見てゲラゲラ笑って一日を終える。それだとね、この動画を見た意味がないです。もうそろそろこのぐうたら人生やめないですかって私言いたいんですね。あなたはこの癖の強い YouTube チャンネルを見つけて、怪しいサムネをおっかなびっくりポチしてここまで見ちゃったんですよね。よくも十何分もこのインチキ臭いレッサーパンダの話を聞いたよねと感心したくなります。そんなあなたね、相当変わり者なんだと思うんですね。でもね、変わり者かもしれませんが、私のインチキ臭い喋り方、インチキ臭い見た目をですね、なんとなくの印象で判断せず、ここまで話を聞いてくれたんですよね。そんなあなたは本質を見抜く頭のいい人間だと私思うんです。そんなあなただからこそ今日の話はね、持って帰って血肉にしてほしいの。マジで人生変わりますから。だからこの動画は何回も見直して、そして実践して習慣にしてください。
それでは今回の動画のまとめです。金持ちになるのは実は簡単だというね、ジョーダン・ウィルツさんの動画を元にですね、どうすればお金持ちになれるのか、誰でもできるというね、4つのステップについて解説してきました。年収1億円なんて自分ごとと思えない。ほとんどの人がそう思っていると思います。99% の人がお金持ちになれないのは、そう思い込むことで、ほんの小さな行動さえ起こさないからなんです。お金持ちになるのに必要なのはとんでもない犠牲や特別な才能なんかじゃないんです。ジョーダンさんがお金持ちになるために決めた4つのステップを思い出してみてください。1つ目は自分に何ができるのか考えて、1つだけでもいいからとりあえず行動してみようってことですね。そして時間の投資です。毎日30分集中して自分の未来を変えるための行動をする。はい。で、3つ目は一度に全てを変えようとせず、小さな行動を積み重ね、その小さな成果を喜ぶことですね。で、4つ目が自分を縛る思い込みを捨てるでしたよね。ジョーダンさんはこうやって26歳にして10億円を稼ぐことができたんです。お金持ちになりたかったらまずは行動を起こすことなんですよ。特別な才能なんてなくったって誰でも金持ちになれるんです。そうじゃなかったら私がね、金持ちになれたわけないじゃないですか。あなたがお金持ちになれないのはあなたに能力がないとか、あなたがボンクラだとかそういうことじゃないんですよ。あなたが今置かれてる環境のせいでもないし、ましてや誰かのせいでもないんです。簡単なことを難しくしてしまったからなんです。そしてお金持ちになれないと決めつけてるのはあなた自身なんです。いつも言ってるようにベビーステップで進めばいいんです。たった5分の行動からで大丈夫です。今回教えたようなことを続けさえすれば誰でも簡単に金持ちになれます。私のメルマガではこのような話をさらに詳しく話しています。 YouTube では話せない世の中の裏側の話、 YouTube にアップすると速攻削除されてしまうような話ですね。金儲けや成功するために必要な考え方、潜在意識のことや引き寄せの法則の話なんかもしています。具体的な金儲けの方法としてはトレードとビジネスの話をしています。このメルマガを読んで実践すればある程度の金持ちにはなれるはずです。今登録してもらうと私が有料で行った過去のセミナー動画を期間限定で無料公開しています。いつまで無料で公開するか分かりませんので、説明欄から今すぐ登録してみてください。このメルマガはですね、読み物としても面白いので評判が良く、毎日ものすごい数の感想をいただくんですね。これ見てください。これ全部お便りなんですね。全ての感想にお返事はできませんが、全て目を通しております。あなたもですね、メルマガを登録したらぜひとも感想ください。この動画が良かったと思った人、うちだって面白いやつだなって感じた人はですね、チャンネル登録お願いしますと普通はなりますが、チャンネル登録しなくていいです。私のね、このしょうもないチャンネルよりもジョーダン・ウィルツさんのチャンネルの方が勉強になりますので、よかったら見に行ってですね、気に入ったら登録してみてください。それよりもですね、私は高評価とコメントをお願いしたいです。コメント本当に嬉しいです。涙を流して喜びます。動画をアップするモチベーションになるんですね。ここでコメントの一部を紹介させていただきたいと思います。とても良か話ですね。特に九州の人間の心をわしづかみにする動画ですたい。そうなんですよね。私の YouTube ですね、どういうわけか視聴者はですね、九州の人多いんですよ。で、都市別に見てみたら北九州が1位で、2位が福岡で、3位が大阪なんですよ。で、4位がね、新宿区だったかな。私のノリってね、やっぱりその関東の人よりもこう西側の人に受けるみたいなんですよね。つうかよく見たらこの4つってみんな危ない地区ばっかりですよね。あ、やだやだ。はい、次です。いつもわかりやすくエネルギーの上がる動画ありがとうございます。ビジュアライゼーション最近改めてやり始めたところにこの動画、タイミング良すぎじゃないとびっくりしました。継続して報告していきます。ありがとうございます。3日で人生が変わるみたいなね、うさんくさいにも程があるっていうね、サムネなので、正直言ってね、再生回らないだろうなと思ったんですが、意外とね、これね、好評だったみたいです。ありがとうございます。はい、次です。内田先生、金八先生みたいで、親近感が湧きます。儲かるという字は人の言うことを信じるものと書く。この話で若き日にたくさんの商品取引のお客様ができました。内田先生を信じる者より。ありがとうございます。金八先生ときましたか。そんな風に言われたのちょっと初めてですね。ただね、私もね、高校を辞めるときに担任の先生にですね、お前はね、意外と教師に向いてるかもしれないなんてね、言われたことなんか今思い出しました。ありがとうございます。さて、コメントや質問どんどんくださいね。嬉しいものはですね、動画内で紹介させていただきます。成功するために必要な考え方が一人でも多くの日本人に伝わってほしい。そうすれば、成功者や金持ちが増え、日本が再び強い国になると信じて、この YouTube チャンネルを運営しております。本日も最後までご清聴ありがとうございました。いつも言ってるように、ベビーステップです。はい、はい。靴下。
あ、ごめん。縫い散らかし方やばいよ。あ、ごめん。今ちょっと、YouTube 撮ってる。なんか偉そうに YouTube 撮ってますけど、すいません。ベビーステップ言ってますけど、はい、すいません。あなたもベビーステップで靴下丸めんね直すところから始めいや、そうなんだけど、今、このタイミングで言われちゃうとさ、俺さ、やっぱ、まずいでしょ、これ。権威性なくなっちゃうでしょ。ベビーステップで靴下丸めるところから、ね、始めたりなんか。でも金は稼いでるよ、俺。あ、じゃあ金稼いでるから、靴下の丸めんのお前が直せと。そうは言ってないけど。靴下丸めん直すだけのね、外注でいただきます。わかりました。ごめんなさい。そう。わかったよ。ごめんね。靴下丸める大臣もじゃあ。わかった。うん。銀座の方で請求させてわかったよ。うん。